今コンビニに並んでる Shigekicks は僕がデザインさせてもらってます。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。 Shigekicks です。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行きましょう。 Let's go!最初のアイテムはスピンキャップです。ダンサーである僕は生きる上で一番大事なのはスピンキャップかなと。実はこれ中にサポーターを僕は常に入れてて、これ入れてる人も入れてない人もダンサー様々なんですけど、僕はもうやり始めた時からずっとこのサポーターも入れてるんで、ちょっとした秘密をここで明かしました。素材が家の窓の網戸みたいな素材になってるんですけど、よく見たら、普通のキャップと見た目は変わらないんですけど、この素材のおかげでどこでも頭で回れちゃいます。踊ってる最中によく帽子脱げる人っているんですけど、僕はなんか一時帽子あまりにも脱げないから縫い付けてる説みたいなのも出てたんですけど、それぐらい僕の頭にめちゃくちゃフィットしてて、いつも通りって感じですね続いてのアイテムはスニーカーです。 b ボーイに10エッセンシャルズ聞いてスニーカーが出てこない人はいないんじゃないかなって思うんですけど、ナイキの本社オレゴン州に行った時にスタイリストの人が、イベントで僕が、パフォーマンスするために用意してくださってたんですけど、3つぐらい靴が用意されてて、どれもかっこいい靴なんですけど、僕はこの靴がいい靴っていうのを気づいてたんで、カラーリング的にこの靴でみたいな感じで済ましながらめちゃくちゃ欲しかった靴をゲットしました。僕自身は結構柔らかい素材のスニーカーが踊りやすいかなって。あとは軽さですね。続いては音楽です。自分のダンススタイルの中でもミュージカリティって呼ばれる音楽とどれだけマッチしているのか、融合性があるのかっていう要素をすごく大事にしているスタイルなので、音楽っていうのは切って離せない存在かなと思います。これは昔自分が参加した大会で、記念品としていただいたレコード。この辺は結構 R&B とかリラックス家でする時に聴く曲ですね。このアルバムなんかは10代の頃母親が聴いてた CD を実家から送ってもらいました。母親が書いてくれてる付箋なんかも貼り付けたまま思い出として家でよく聴いてます。僕がブレイキン始めた時って子供がなかなかやれるようなもんじゃないというか、カルチャーがまだ受け入れられてなかったというか、夜な夜な外でストリートで集まってみたいな空間に自分の子供を送り出すってなかなかハードルが高くて、その環境の中でも、送り迎えしてくれて、僕が練習してる間もちょっと離れたところから見守ってくれてみたいな。両親ともすごくダンスとか、見るのも好きだし、音楽聴くのも好きだし、そういう、両親だったんで、当時から大人に紛れて練習させてもらったりしてましたね。続いてのアイテムは車です。今僕が乗ってる車はメルセデス・ベンツの GLB という車なんですけど、マイカー1台目ということで、しばらくして慣れてきたらあんまり興奮しないのかなと思ったんですけど、もう1年近く興奮しっぱなし、毎日毎日運転するのが楽しいです。後輩の送迎もしたりちょっと前なんですけど、なかなか会えることがないんで、母親に連絡して会いに来てもらって一緒にドライブしようということで、僕の姉もその時一緒に、ドライブして鎌倉の方にご飯食べに。母親的にも自分の息子が、この車に乗せてくれてドライブしてくれる日が来るなんてみたいな感じで喜んでくれたんで、この車に乗り始めてからのドライブで一番印象に残ってるのは母親とのドライブですね。続いてのアイテムはアクセサリーです。時計とブレスレットとネックレスを、同じものを毎日つけてるんですけど、G-SHOCK は僕が初めてプロとして契約させてもらったブランドで、ダンサーとしていろんなプロの形があるんですけど、一つスポンサー契約をするっていう。ネックレスはゴローズの羽が2つピカピカしてる方の羽は21歳になった時につけ始めて、こっちのちょっと年季が入ってる方は
20歳になった時に記念でつけ始めて、本番中とかも結構鼻に入りそうになったりとかするんですけど、そのある意味煩わしささえもちょっと気に入ってて、自分がつけててテンションが上がるものは多少やりづらくなってもつけときたいっていうので、このブレスレットは、去年ニューヨークに行った時にティファニーのブレスレットが買いたいなと思ってて、一緒に行ってた仲間と前日の夜に倒立対決を本気でするっていう、僕が負けたら2人に金のブレスレットを買うっていう。無事僕は買って金のブレスレットを買う必要はなくなったんですけど、普段かっこいい姿しか見てない先輩たちがパンツにインナーで全力で倒立してる姿がもう面白すぎて、次の日ちょうどお店に行ったらこのシルバーのブレスレットが在庫が3つだけ残ってるっていうことだったんで、思い出の品として持って帰りたいなと思って3つ買って、2人にもつけてもらいながら、毎日自分がこのブレスレットをつけるときにはその爆笑を思い出すっていう。続いてのアイテムは低温調理器です。体作りの一環で低脂質なで高タンパクな食事っていうのを、栄養バランス考えながらいろんなご飯作って食べたりしてるんですけど、もう皆さんお気づきの通り鶏胸肉ばっかり食べてるんで、どこまでプリプリの状態でパサつかずに食べれるのかっていうところを追い求めた結果、低温調理器にたどり着いたっていうことで、おすすめするレシピは1時間40分65度で低温調理して、その柔らかくなった肉を切って、玉ねぎ刻んでアボカド刻んでゆで卵刻んで塩コショウと、豆乳でレモン汁をちょっと絞って、それをペースト状になるまで混ぜて、それと一緒に食べる。これがおすすめです。続いてのアイテムはスーツケースです。海外行って日本帰ってきての繰り返しをしてるんですけど、その中で、スーツケースって常に一緒に旅をするっていう感覚があって、いいスーツケース持ちたいなっていう気持ちは10代の頃からあって、多分18とかの時に20歳までに成し遂げることのリスト10個ぐらいあったんですけど、そのうちの一つにリモアのスーツケースを持つっていうのを入れてて、20歳なる前かスーツケースブランドのリモアさんからお話をいただいて、ファミリーの一員になってくれないかっていう風に言っていただいて、そこからスーツケースはもうリモア。海外遠征に行くようになったのが小学校4年生と5年生ぐらいなんですけど、とある国に行った時に個人タクシーに乗ってしまって、日本でその国のお金に変えて持って行ったんで、絶対それは本物なんですけど、支払う時にこれは偽物だって騒がれて、一回全部見せろって言われて、全部財布に入れてたのを見せて、そこで見せた全財産を偽札に変えられて、そこから普通に到着したホテルのチェックインでお金払ったりとかしてたんですけど、そして次の日の朝に警察官がもう5人10人入ってきて、部屋の中にお前たちは偽札を使ったっつっていろいろ事情を説明して、今そういうことが犯罪がいっぱい起こるから、多分それに引っかかったんだと思うっていうことで丸く収まったんですけど、その日が僕は大会の日だったんで、もう大会に間に合わないっていうの、そっちの焦りも同時に起きて、パトカーで会場入りしました。その大会は決勝戦で負けちゃったんですけど、生きてるだけで丸儲けとはこういうことだなと思いました。続いてのアイテムはアートです。ダンスよりも先に興味を持ったものが、絵を描くことで、全くの独学なんで技術的な部分は全然ないんですけど、とにかく自分が描きたいと思う素直な作品を常に大事にして、作ってます。これなんかは大会で履いてた靴をもう使い古しちゃったんで、リサイクルみたいな形で作品になんか使えないかなと思って、結構このカラーリングで描いてることが多いんですけど、お互い個性強いんですけど意外とまとまるなみたいな感じ、真っ白のゼロのところから1を作るっていう、なんかそれが誰に見せるわけでもなく、自分の中で生まれたものを形にするっていうのは、ダンサーとしてこんな踊りスタイルを作り上げたい、磨き上げたいみたいな、その感覚に近いかなと。続いてはもう一回いきます。手がすべすべになっちゃってシゲキックスです。僕の名前の由来でもあるお
菓子のシエキックス。今コンビニに並んでるシエキックスは僕がデザインさせてもらってます。ここにサインも入ってるんですけど、ブレイキン始めた7歳の時に練習場所で可愛がってくださってた先輩が、僕本名しげゆきって言うんで、お前はじゃあシエキックスだって、ただただその先輩がお菓子好きだっただけなんですけど、特にダンサーネームもなかったんで、それがすごく嬉しくて、じゃあ俺は今日からシエキックスだと思って使い続けて今に至ります。この名前だったからこそ、当時無名のちっちゃい子供のシエキックスがどこか印象に残ってみんなに覚えてもらえてたっていうのはあると思うんで、この名前にはもう感謝しかないですね。続いてはじゃん、人です。僕はもう小さい頃からとにかく人に恵まれてきたし、一人じゃあやっぱ今の生活はなかったと思うし、本当の意味では一人じゃないからこそステージ上で一人で戦えるのかなって。ここに映ってるのは一緒に練習してる仲間だったりとか、僕がブレイキンを始めるきっかけになった自分の実の姉、この撮影の数時間前までも一緒に練習してたんですけど、本当僕の全てですっていう感じなんですけど、尊敬できる人だったりとか、この人といったら学べるなってすごく感じさせてくれる人って全然年上だけじゃないし、後輩の子たちも僕は日々一緒に過ごしながら学ばされる部分もたくさんあったりとかして、だから先輩だけにも限らないし、後輩だけにも限らないし、本当に人と人っていうその感覚が強いんで、人っていう表現の仕方になるのかなと思います。僕の10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。おそらくスピンキャップが出たのは初めてだと思います。10エッセンシャルズシエキックスでした。バイバイ。